こんにちは、マースミです。本日はセマンティックカーネルの概要を解説します。セマンティックカーネルという概念を初めて聞く方も多いと思いますが、プロンプトエンジニアになる上で今後かなり重要になってくるスキルなため、ぜひ最後までご覧ください。それでは本題に入ります。セマンティックカーネルとは、マイクロソフトが公開している LLM をアプリケーションに統合するためのツールです。より分かりやすく説明すると、マイクロソフトが公式で出しているラングチェーンのようなツールです。技術者向けにより正確に説明すると OSS の SDK です。現在は C# と Python に対応しています。セマンティックカーネルは主に次の5つの機能を提供しています。1、カーネル。2、スキル。3、プランナー。4、メモリー。5、コネクター。1つ目にカーネルとは LLM の処理全体を制御する機能です。別の言い方をするとセマンティックカーネルにおけるオーケストレーターです。処理の始めにこのカーネルのインスタンスを作成して、そのインスタンスをベースにしてコードを書いていきます。2つ目にスキルとはカスタマイズ可能なプロンプトのリソースです。プロンプトをモジュール化できるためシステムの保守性を高めることができます。3つ目にプランナーとはスキルを用いた実行ステップを計画する機能です。ユーザーからのプロンプトに回答するために必要なスキルをどのような順序で実行すればよいかを計画してくれます。4つ目にメモリーとはカスタマイズ可能なコンテキスト情報のリソースです。ここでいうコンテキスト情報とは文章の前後の文脈などを表します。チャットのモデルを用いる場合は会話の履歴がステートレスになってしまうため、メモリを上手に使うことで直前の文脈を加味することができます。5つ目にコネクターとは外部データへ接続するためのリソースです。例えば OneDrive や Bing や SQLite などに接続することができます。ここでラングチェーンとの違いを知りたいと思った方も多いでしょう。それぞれの機能の比較図は次の通りです。まずカーネルはラングチェーンにおけるモデルズとエージェンツを組み合わせたものだと考えられます。モデルズの実行機能に加えてツールを組み込むことができるエージェントの機能も有しています。次にスキルはラングチェーンにおけるプロンプツとインデクセスとエージェンツを組み合わせたものだと考えられます。特にプロンプツのプロンプトテンプレートとエージェンツのツールがスキルにおける大きな役割を占めます。次にプランナーはラングチェーンにおけるチェーンズとエージェンツを組み合わせたものだと考えられます。特にエージェンツの中のツールズを使い分けて再帰的にチェーンをデザインするという点で類似した概念と言えるでしょう。次にメモリーはラングチェーンにおけるメモリーと類似した概念だと考えられます。最後にコネクターはラングチェーンのインデクセスと類似した概念だと考えられます。この時インデクセスの中のドキュメントローダーズが特に類似した機能として該当します。ではラングチェーンと比較した時のセマンティックカーネルの強みと弱みを2つずつ説明します。まずセマンティックカーネルの強みは次の2つです。1つ目の強みは C# で扱えることです。Visual Studio を使った C# によるソフトウェア開発などをする場合はセマンティックカーネルがかなり役立つでしょう。2つ目の強みはマイクロソフトの公式 OSS であるということです。今はまだこの強みの恩恵を感じづらいかもしれませんが、公式の OSS であるという旨味は非常に大きいです。マイクロソフトの公式 OSS であるということは OpenAI の今後の仕様変更などへ迅速に対応できる上、Visual Studio や Visual Studio Code や Azure などのマイクロソフトの関連サービスとの親和性がかなり高くなるでしょう。次にセマンティックカーネルの弱みは次の2つです。1つ目の弱みはラングチェーンのような豊富なアセットはまだ用意されておらず発展途上だということです。例えばラングチェーンには様々なサービスからデータを読み込むことができるドキュメントローダーというモジュールが用意されていますが、セマンティックカーネルを用いる場合対応していない形式のデータを読み込むスクリプトを自前に用意する必要があります。2つ目の弱みは豊富な教材がまだ用意されていないということです。現状はマイクロソフトの公式ドキュメントかちょまどさんという方の YouTube チャンネルかかずきさんという方の禅の記事が非常に参考になるためおすすめです。概要欄に URL を貼っておくためより詳しく知りたい方はそちらをご参照ください。以上、本日はセマンティックカーネルの概要を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているためぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。